ーローウォーズファンの皆様、おはようございます。まず最初は、本日開催されている、24時間限定イベントの、的量子化の結果報告をしようと思います。24時間イベントのタスクを完全制覇した場合、36個の的量子化人形をもらえます。カーク信者の場合だと、36個の的量子化人形を開封した結果、合計で170個の人形を受け取ったことになりました。今日のイベントでもらえた成果品は、770個のカオスパーティクルと、5個のペット召喚卵になります。えへへ、資源を備蓄しているだけで、こんなにもらえるんだ、マンモスラッキー。メインチームの話をするよ。この画像は、カーク信者が使っているメインチームの、体力だけの育成状況になります。この画像をご覧になられて、どのような感想を抱きましたか？ヒーローウォーズの遊戯を始めてから1年4ヶ月間、必死になって、カークとアスタロスの育成を頑張ってきました。その結果、この画像に表示された状態になりましたが、ヨルガンとフェイスレス、マーサの体力の育成が、大幅に遅れてしまいました。これが原因で、総合パワーが互角の相手と対戦をしても、思うように勝てないケースが多発しているので、かなりまずい状況と言えます。ちなみに、体力の数値が伸び悩んでいる原因は、ヨルガン、フェイスレス、マーサの装備品の育成を、後回しにしすぎていたからです。まあ、こうなることは分かっていたけど、一覧表を作成して、改めて現実を直視すると、こりゃ、ひどいな。そのようなわけでして、数日前から必死になって、紫色の装備品を集中的に集めるようにしました。2020年10月に、紫色の装備品が全く集まりません、という動画を投稿したこともありましたが、1年が経過しても相変わらず、紫色の装備品不足に悩まされています。紫装備も集めないといけないと理解しつつも、オレンジ色と赤色の装備品だけの収集に専念していたら、ヨルガンやフェイスレスが体力不足で、全く使い物にならなくなってしまいました。ヒーローの育成手順の話をするよ。タンクと DPS を最優先に育てることが、メインチーム育成の基本です。そして、育成が遅れているヒーローたちが戦闘時に足を引っ張るようになる都度、それらのヒーローの育成を進めるという手順が王道なのですが、カーク信者の場合は、育成が遅れているヒーローをあまりにも放置しすぎていたのです。そりゃ、戦闘で勝てなくなるはずだよ。戦闘画面で表示される体力ゲージの横幅は、すべてのヒーローで同じですが、体力の数値が低いと、敵からちょっと攻撃されただけで、体力ゲージがガツンと減るのです。現状では、体力ゲージが減るというよりは、あっさりと崩壊すると表現する方が適切というくらい、一瞬で木っ端みじんになるケースが頻発しているのです。数ヶ月前から、こりゃ、まずいなぁ、と気がついていたのですが、どうしても、カークの装備をマックスまで育てたくて、そればかりに集中していたら、このような状況を招いてしまったのです。数ヶ月前。しかしながら、紫プラス3からオレンジプラス3まで装備品を育てる場合は、そんなに苦労しないはずなので、数週間で一気に、ヨルガンとフェイスレスとマーサをパワーアップする計画です。ご覧のように、1年4ヶ月間の間に、これだけの破片が集まっているので、オレンジプラス3までなら、比較的短期間で、ヨルガンたちの体力をパワーアップできると思っています。話をまとめるよ。視聴者の皆さんも、ご自身のメインチームをチェックしてみて、極端に偏った育成状況になっていないか調べた方が良いかもしれません。チーム編成には問題なくても、カーク信者のように、育成手順に問題を抱えているケースもあり、それが原因で戦闘に勝てないといったことも起こり得ます。攻撃力の強化ばかりしていても、スキルが発動する前に、ヒーローがお亡くなりになるような状況は本末転倒なので、体力の数値に配慮したヒーローの育成を心がけましょう。さて、
動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、カーク信者をアホだと思った人は、チャンネル登録を、ぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。